今日は久しぶりに中学時代からの親友2人との飲み会があります。チャムイスル1本程度でベロベロになった私がちっともいらない努力を重ね4本まで飲めるようになるまで私たちは毎日のように飲んでいました。しかし健康のために最近お酒を控えています。今日は4ヶ月ぶりの飲み会で友達がポジャンマ茶に行きたいということで近所のポジャンマ茶に決定です。このポジャンマ茶通りは中南駅のすぐ隣にあるけど電車が走る鉄路の下にポジャンマ茶が並んでいてローカル感あふれてかなりディープなポジャンマ茶が楽しめるのが魅力ポイントです。나여기한번밖에안가봤는데私たちは一番地ポ茶に来店しました。얘가 이렇게 돌아가는구나 이렇게. ここのメインメニューは鉄板キムチサムギョプサルでキムチとサムギョプサル、ニンニクと豆腐を鉄板で炒めたものです。他にもポジャンマ茶ならではのメニューがたくさんあります。위 안 눌리나? 안 누르는 게 저거 떨어져야 한다면 저렇게 하면 안 돼요. 普段ソージュばっかり飲みますがやっぱり夏はビールが欠かせないのでビールに少量のソジュをミックスしたソメクを飲みたいと思います。割合は特に決まってるわけではないけどソジュの量が多ければ多いほど酔いやすいので恋人に振られて今日は酔いたいと思う方はソジュの割合を増やしましょう。鉄板キムチサムギョプサルが出ました。キムチは酸味が強い酸っぱいキムチです。日本の方で酸っぱいキムチが苦手な方もいると思いますけれども、口の中で豚肉を噛んで出てくる油がキムチの酸味に出会うことで豚肉の脂っこさを解消してくれてとても美味しかったです。 몇 세트로 하는데? 어떻게 음식회를? 2番目に注文したオドルピョも出ました。コチュジャンベースのソースに軟骨、野菜を炒めた一品です。食感が面白くて安定感のある美味しさです。しかし今日は本当にいい天気ですね。雨上がりの空ってやっぱり綺麗です。こんな風景を見ながらお酒を飲めるってこれもソウルの魅力ポイントではないでしょうか。キャーっていうところがもう間違いなくおじさんですわ。鶏と豚を食べたので次は海のものを頼んでみました。茹でイカって柔らかくて美味しいですね。韓国ってコチュジャンの国なので焼き魚を除外した海のものほとんどはチョジャンをつけて食べます。まだ食べたことがない方は来館された時一度試してみてください。ポジャンマ茶の短所といえば店内にトイレがないことです。でもここのポジャンマ茶は駅のすぐ隣にあるので駅のトイレを使ってください。ちなみに私たちが飲んでいるポジャンマ茶の向こう側にあるポジャンマ茶はトイレに行くために一回交差点を渡らないといけないので少し不便かもしれません。맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 또 나왔네 또. 最後はキムチチヂミのお出ましです。カリカリする食感にキムチの酸味、それに油で焼いた炭水化物の匂いが本当に好きです。普段チヂミだとマッコリと一緒に飲んだりしますが個人的な経験だとマッコリって他のお酒特にソージュと一緒に飲むとかなり酔っちゃうため今回は我慢しました。 아이고 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 안 매워요, 전? 아, 뭐韓国で目玉焼きにはケチャップが主流となっておりますが日本はそうではないみたいで少し驚いた覚えがあります。
ここのポジャンマ茶は店の営業時間が特に決まっておらず、オープン時間も店それぞれ、休日も店それぞれです。ちなみに撮影した日は中6時ぐらいに来店しました。ここはですね、振り込みと現金払いのみとなりますので参考にしてください。ごちそうさまでした。2軒目に行く前にちょっとボーリング対決で2軒目の飲み代をおごる人を決めたいと思います。3位は2軒目の飲み代を払い、2位はゲーム代を、1位はボーリングと2軒目をタダで楽しむことができます。やったー。いろんな友達のグループがありますけど、なぜかこの3人が集まるとボーリングとかで2軒目とか3軒目をおごる人を決めています。20歳の時とかあんまりお金がなくて負けた後そのまま逃げたこともあります。もちろんこの2人も逃げたことあります。逃げたのは私だけじゃありません。ちなみに今回はボーリングを予約してなかったので、生まれて初めて子供用の滑り台でのゲームでした。今日2軒目の飲み代をおごってくれる友達はこの素晴らしいショットを見せてくれたキムちゃんに決定されました。サンキュー、ありがとう、고맙다。7月なので暑いけど室外で冷たいビールを満喫したくてこの店を選びました。この店のメニューはフライドチキン、ヤンニョムチキン、炭火バーベキューチキンがありまして、いつもフライドチキンばっかり食べたのでバーベキューチキンに決定です。オーブンに焼いたチキンなので少しパサパサしましたけど、ビールがあるから大丈夫です。逆にビールにはパサパサするおつまみが好きです。私は日本の焼き鳥屋さんで必ずレバーを食べますけど、喉に詰まったレバーをビールで流すのがもうたまらないからです。ヤンニョムバーベキューチキンも登場しました。ヤンニョムバーベキューチキンは少し日本の方にとって辛いかもしれませんが、甘辛いのでまたビールにぴったりのおつまみでした。こうやって飲み会をするとき、20代の時は異性の話で盛り上がり、30代の時は仕事の話だったのが、40過ぎてから健康に関する話をしていて、俺たちも年を取ったなって思いました。